こんにちは。今日のサブチャンネルではバナナケーキを作ろうと思っていて、バナナのパウンドケーキですね。最近買ったバナナが思ったより甘くなかったので、これをね入れようと思います。この厚さだからめちゃくちゃ熟してる。わあ、すごい黄色で、私まだ今日朝ごはんを食べてないので、これを朝ごはんにしようかなって思ってます。フォークで潰します。簡単に潰れる。オーブンは170度で予熱しておきます。グラニュー糖、これはちゃんと紙でふるいました。味噌マドラーで混ぜていきます。こういうお菓子作りにも使いやすいから便利です。牛乳とサラダ油を入れます。牛乳大さじ 1.5、 ちょっと多かった。サラダ油が 50ml。 サラダ油ってバージンオイルでもいいのかな。これで混ぜる。粉類を入れます。ゴムベラに持ち替えて、強力小麦粉にはベーキングパウダーも一緒に入れてます。あまり混ぜすぎないように混ぜます。ナッツがあるのを思い出したので、このナッツもちょっと小さめに切ります。なんか中途半端に残ってたから何に使おうかなって思ってて、よかった、今日で全部使えて。ケーキも焼いて10分15分くらい焼いたら、パウンドケーキの生地の真ん中にナイフで切り込みを入れて、でまた再度焼き始めている感じです。片付けしながら、最近私がね嬉しかったニュースをお話しします。最近ね、玄関の電気が切れたからダイソーに電球を買いに行ったんですよ。でそれでつけてる時に気づいたんだけど、玄関に人感センサーのついたなんかライトがあって、今まで例えば夜に帰宅した時とか、ただいまってお家帰ると真っ暗で、まず電気をつけるところから始まってたんですよ。でも人の動きで電気をつけてくれるから、そのね地味な困りごとがなくなるなと思って、めちゃくちゃ感激しました。このうちもう4年くらい住んでるのに、今まで気づかなかったのがすごく悔しいです。もっと早く気づきたかった。他には先月なんかどこかでウイルスをもらってきちゃったのか、一度すごい高熱が出た日があったんですよ。熱は翌日からすぐ元に戻ったんだけど、そこから咳がずっと止まらなくて、でこうやってサブチャン撮ってる時とかもずっと咳込みながら撮影してたりしてたから、咳が出ちゃった時は動画カットして、でまた再開してっていう感じで撮影してたんです。でももうそこから1ヶ月くらい経ってようやく良くなってきたんだけど、次は
肋骨がね痛くなっちゃったんですよ。私肋骨が痛くなるっていうこと自体が人生で初めてだったから、これはなんかおかしいなって思って、深呼吸した時に痛い痛い痛って肋骨が痛むんですよ。深呼吸したり、あとは咳をした時とか。そうなったのが7月に沖縄に帰ったタイミングで肋骨が痛いなって思ってきたから、母がおすすめの整骨院、レントゲンとか取ってくれる病院があったので、そこにね行ってきたんです。レントゲンでは問題なくて、もしかしたらひびが入ってるかもしれないけど、ひびはレントゲンで映らないから、とにかく安静にしておけば大丈夫って言ってました。あとはこの咳が収まったタイミングでプラス1ヶ月くらい見てもらえれば、もう自然とこの肋骨の痛みも治りますよっていうことだったので、とりあえず安心してまた今日常の生活に戻ってます。これはねいいことっていうか、ほっとしたこと、ほっとしたニュースです。今まで私骨折とかね人生で一度もしたことがないから、まさか咳が原因で骨折っていうのはなんかねちょっと悲しかったんだけど、でも骨折はしてないってことで、そのお医者さんが言ってたんだけど、最近咳で肋骨が折れる方が結構多くて、高齢者の方もなんだけど、割と私みたいな30代40代の人とかでも少なくはないって言ってたので、気をつけないとですね。でも今も肋骨に痛みっていうか、違和感があるから、今はもう本当に咳も落ち着いてきて、前までは喋るたびにゴホゴホしてたから、咳は落ち着いたから、あとは肋骨をこの痛みを治すのに集中したいです。じゃじゃん、いただきます。私すっごい下手なんですよ。それでうちの子私の料理全然食べてくれなくって3歳が1人